始めましょう。はい。はい。よろしいですか。皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ一旦おかけいただいて。はい。ありがとうございます。皆様こんばんは。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日司会を担当いたしますアーケオスクラブのスタッフの八富と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい。かなちゃんです。かなです。かなです。アーケオスクラブなんですけれども、2024年の12月にオープンいたしまして、アナトミカとロッキーマウンテン、フェザーベッドの両方がご覧いただける初めての店舗となっております。初めてお越しいただいた方もいらっしゃると思うので、ぜひ今後も足を運んでいただけると嬉しいです。はい。で、アーケオスクラブという名前の通りなんですが、こちらのお店は皆さんの社交場になれるようにクラブ活動の場として、今後も活動していこうと思っています。で、本日はですね、皆さん4月の26日、何の日だかご存知の方いらっしゃいますか？当てた人は何かあげますよ。ガタ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 じゃん。お、すごい。なんか粗品。はい、じゃあそうなんです。実はですね、我らが IPL フルニエ81歳になりまして、そんなね、記念すべき日に、初めてのクラブ活動として、本日はキンジズグレートバックストーリーテラーという新しい、皆さんね、キンジさんファンの方だったらよくご存知だと思うんですが、KGG シリーズ、新しいバージョンで今度はトークをするという、回を今後、シリーズ化していこうと思っておりますので、その記念すべき第1弾、今回はオールデン秘話ということで、ラコタハウスの元会長、同社のシニアアドバイザーの千脇隆義さんをお迎えしてオールデンについて語っていただく回となっております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。で、すみません、本日なんですけれども、もうご覧いただいた通り、撮影をさせていただいて、今回は皆様本当に応募いただいた抽選で当たっていただいた幸運のお客様のみ、こちらに今お集まりいただいておりますので、こちらをちょっとまとめたものを今後 KGG で、皆さんにもご覧いただけるようにまとめていこうと思いますので、撮影のご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、では早速なんですが、千脇さん、ちょっと軽く自己紹介をしていただきたい。はい、ラコタハウスの千脇と申します。よろしくお願いいたします。はい。こんばんは。35スマーズの寺本金次です。KGG ご覧になっている方、挙手願いますか？少ないな。見てくださいね。はい。で、また振りますので。はい。はい。ではですね、今回事前に皆様にもいろいろね、こういったご質問、何かございませんかっていうお話もしておりまして、その中からたくさんいただいたものを、まずは私が代表して、ちょっとお二人に早速聞いていきたいなと思っております。この後、トークショーの後は、皆様からもちょっと質問をね、受けたまりたいと思いますので、では早速なんですけれども、千脇さん、金次さん、これから梅雨を迎える時期になりまして、やはりオールデンファンの皆様は、雨が降っても靴履きたいなっておっしゃられる方結構いらっしゃるんですけれども、特にボードバンシューズの取り扱いについて、結構ご質問いただいたんですけれども、どういったお手入れが必要でしょうか？コードバンシューズはですね、コードバンの繊維というのが皆さんご存知かどうか分かりませんけれども、貝柱のような縦の繊維になっておりまして、通常の革は横の繊維なんですが、雨に濡れると多分ご経験の方もあると思うんですけど、水ぶくれのようにプクプクプクとなってしまうことがよくあるかと思います。で、逆にですね、大雨にバーッと降られて全部が濡れちゃった方が全体的にふわっとなるので、お手入れはいいかと思うんですけれども、僕は大体ですね、レザーソールが多いので、どうしても雨の日に進んで履くということは革靴でもコードバンでもないんですけれども、雨にどうしても履かなきゃいけない時というのってあると思いますので、その際はですね、履いて帰ってきた時に雑巾を絞っていただいて、全体的にいいですか？これがこの間の水曜日にちょっと履かなきゃいけない用事があったので履いたので、多分見ていただければ白くなっているので、この革が履いたということが分かると思うんですけども、まず全体的に雑巾で拭いていただいて、全体的に湿らせます。その後に乾いた布でもう一回拭いていただいて、シュートリーを入れてもらって1日放置していただくとよろしいと思います。ただ革底の場合、どうしてもこっちもびしょびしょに濡れますので、このまま置いとくと下の部分が湿気が取れないので、
できたらこういう形、もしくはこちらでもいいんですけども、こうやってシュート類を入れて乾かしていただくと全体的に乾燥していきます。それから同じようにですね、通常通りにブーツクリームで磨いた後、ワックスで磨いていただいて、最後にですね、オールデンのこのレザーディフェンダーというのがあるんですけれども、これをですね、スプレーなのでつい靴に吹きがけなんですけれども、こちらをよく振っていただいて、布の方にスプレーしていただいて、その後に拭いていただくという形で進めていただけるとよろしいかと思います。それで1日放っておいて、また次雨の日に履くことになって、どうしても履かなきゃならないという時はやむを得ないと思うんですけども、その形を繰り返していただければ、この状態で保っていただけるかなと思います。ちなみにですね、この靴は僕が94年に買った靴で、オールソールを2回やってヒール交換を2回やっております。でも約ですから31年かな履いてるんですけども、出張とかにもよく付き合ってもらった靴なので、ヨーロッパ行くと石畳が多いのでダブルソールが足に響かないので、ダブルソールの靴をよく持ってたんですけども、この靴はかなり付き合っていただいた靴で、31年履いて雨の日にも打たれたもこんな状態でいますので、あまり皆さんそこまで気にせずにですね、お手入れをしっかりしていただければこのような形で履けるかと思います。よろしくお願いします。ちなみになんですけれども、こちらただいまちょっと当店にはご用意がなかったんですけれども、支給入れることになりましたので、ちょっと価格がですね、今店長に確認中なんですが、3000円、税込みで3000円ですか？はい、こちらもこちらのお店でもご購入いただけるようになりますので、どうぞよろしくお願いします。金次さんは？僕は結構横着なんでこういうティングレーラバーっていうアメリカのブランドがあるんですけどね、これを入れてしまって履いてしまう。もちろんそのディフェンダーとかそういうものも大事なんですけれども、基本的には全体を覆うラバーを面倒くさがらずに入れて履いてしまえば、雪でも雨でも全然いけてしまう。以上です。ちなみにそちらはどちらで購入できるんですか？これはね、ネットで買ってください皆さん。ティングレイラバー。ティングレイラバー。はい。アマゾンとかで。綴りまた教えますので、後で必要な方は言ってください。はい。昔はアメリカ製で今メキシコ製です。はい。はい。よかったら検索してください。はい。ではどんどん行きたいと思います。はい。続きまして、もうこちらは多分皆さん聞きたいと思うんですけれども、千葉さんと金次さんが初めてそのオールデンの靴に出会った経緯、それからやっぱりオールデンはたくさんのラストがありますので、初めて手にされた品番とかラストがありましたら教えてください。はい。僕はですね、一番最初オールデンと出会ったのはもうかなり昔なんですけれども、1971年の時に高校3年だったんですけども、アメリカが大好きで、服も大好きで、アメリカの音楽も好きで、本当のアメリカが見たいなと思って、友達3人でアメリカに遊びに行きました。高校の英語の先生がアメリカ人で、ものすごくかっこよくて、いつもその先生みたいな格好してていいな、全て上から下までメイドイン USA で憧れていました。で、その先生にアメリカにちょっと行くんだけど、なんかかっこいいローファー欲しいんだけどどこで見たらいいのかなと質問したら、ブルックスにめちゃくちゃかっこいいコード版のローファーがあるから、もし行くタイミングがあったら見てきたらって言われまして、サンフランシスコで初めて見させてもらいました。あまりのかっこよさにもうびっくりしたんですけども、残念ながら買うことはできませんでした。その後78年にアメリカにちょっと行くよ、1年ほどおりましたんですけども、その帰りにですね、帰国記念にブルックスのローファーを初めて買わせてもらいました。その靴は今ここにもうすでにないんですけども、またその翌年ですね、79年にアメリカ行った時にこのブルックスのペニーを買わせてもらいました。で、なぜ2足あるかというと、1足はガンガン履いて、1足は予備で取っときたかったので、翌年に買って、おかげさまであまり履かなかったので、こういう状態で今も残っております。ただ、オールデンブランドを初めて買ったのはですね、80年代の前期なんですけれども、私の弟がニューヨークに住んでおりまして、彼と一緒に、彼も服も好きだったんで、ボストンに行く途中にですね、コネチカット州のニューヘイブンというところにオールデンの売ってる店がありまして、そこで黒のカーフのペニーローファーと、あとキャップトーのカーフのスナップという木型なんですけど、今はないんですけども、そのキャップトーのキャップトーを買ったのを覚えております。それが一番最初のオールデンレーベルの購入のものです。はい、
すごい。71年からですよ。叶いませんね。いえいえ叶いませんか？まあ僕はですね、83年にカーフのローファーと出会って、それがオールデンって呼んでませんでしたよね。そうですね。アルデンとかっつってましたよね。で、まあ僕もその18ぐらいだったんで、3万8000ぐらいしたんですけども、そこの親父に3回で分割で払うからお願いしますって言ったら OK 出たんで、それが最初のカーフのローファーでした。で、その次に、PL にご縁がある、このモディファイドラスト。こいつをですね、これが確か85年。まだ日本にV チップっていう形が入ってない頃に初めて入ってきたんだと思うんですけども、この黒と茶色を買いました。で、その後に、千秋さんがおっしゃった、すごいかっこいいローファーをブルックス・ブラザースに行って買ったのがこうですね。まだ履いてません。オークションで売ります。まあ僕の出会いはそんな感じで、まだまだよちよち歩きでございます。ありがとうございます。はい。いや、もうそんなにもう1971年からオールデンを愛していらっしゃる千秋さんが考えるオールデンの最大の魅力とは何ですか？最大の魅力はまずは履き心地だと思います。まあそれからタイムレスで、まあそれこそ990これはですね、一番これですね。もう1935年にできてるモデルなので、もうかれこれ、90年ぐらい経つんですかね。まあペニーローファー、これもですね1955年にできてますので、そういう意味では今でもかっこよく履けるし、約100年経ってもかっこよく履けるものかなというふうに思っております。それと、まあ、今もう私71歳なんですけども、18歳の頃からオールデンに憧れてたので、まあ、それを考えてもいまだにこうやって同じようなものを履いて同じような格好しているので、まあ、そういうことも考えるとエイジレスであるのかなと。それと、まあ、オールデンは質合計にできてますので、まあ、ほとんどの素材が天然素材で2週間から3週間かけて常温で靴が製作されるので、型崩れもしにくく長い間履けるのと、修理も可能なので、何十年と履けるようなものなので、非常に効率もいいし、今でいうサスティナビリティな商材なのかなというふうに思っております。素晴らしい。いやいやいや、だってもうこれだからそうですよね。千秋さんの高校生のそうですね、憧れだった。やばいです。すごいですよ。うん。金次さんの考え。僕はね、最初にやっぱりこうやってモディファイドに出会ったのが早かったんで、まあ、履きやすさ、それとあとは長持ちすること。もう40年前の靴なんですけども、まだ全然ちゃんと手入れをすれば履けますよっていう証拠です。そして持っとくと高くなります。転売しないようにお願いします。まあ重要ですよね、やっぱりね、資産価値としても。はい、そうですね。はい。ではやはりこの長い間いろいろなラストをご覧になられたと思うんですけれども、もう一番好きな品番、もうズバリこのラストが好きというのを教えてください。好きなのはもうやっぱりバリーラストのこのタイプ、クリッパーオックスフォード、それとペニーローファー、あとタンカーブーツ、チャッカーブーツ、まあ V ティップぐらい、まあこの辺木型でいくと5木型ぐらいですかね。もうじゃあちょっと1番はつけられないぐらい、もうみんな好きっていうことですかね。みんな大好き。1番990なんです。そうですね。1番990。まとめると。金次さんの一番好きな。僕はね、やっぱりモディファイドラストが好きで、このなんか11206番っていうブーツ、これがもう大好きでですね。まああとは539、538番っていうこれも好きなんですけども、だいたい5足ずつぐらい買うんですよね。で2足履いて、でまた修理に出して3足目を履いて2足は置いとくみたいな。皆さんもだから2足買いはおすすめです。はい。なるほど、2足です、ね。今日は後で2足ずつ買ってください。はい。ということです。はい。今このモディファイドラストのお話を少し金次さんがされたので、ちょっとここから金さんに伺いたいんですけれど、なぜアナトミカはモディファイドラストにこだわっているのか、それに至った経緯とか。まずなんかうちのピエール・フルニエさんがですね、エミスペールってお店をやる前に70年代の後半なのか中盤なのかにやっぱりニューヨークに視察に行ったらしいんですよ。でその時に
ヤコブソン・ブラザース・カンパニーっていうシューカンパニーっていうそういうオーソペディックを扱う専門のお店があったんですけど、そこでなんかこういうものに出会っちゃったらしいんですよね。だからエミスフェルで最初にやったものにはヤコブソン・ブラザースっていうのが入ってるんですよね、その名乗りで。でその後やっぱりアナトミカっていうお店になっていくんですけども、エミスフェールからアナトミカに変わるときに、アナトミカなんで、人体構造とかアナトミーとかっていう意味なんですけどね、着やすいとか履きやすいとかっていう体にフィットしたものっていうことを目指してアナトミカにしたもんだから、モディファイドしかいらないと。でそこでモディファイドラストが浮上して、エミスフェールの頃から温めてきたアイディアですね。そういうものでモディファイドラストに執着をしていると。で例えば今日一冊変な本を持ってきたんですけどね、バーナード・ルドフスキーが書いてるこういう本があって、ここにこういう足があるんですよね。でこういう足のためにレディースのパンプス作っちゃった人類はおかしいよねっていうのをここでお手本にしてアナトミカが始まったということなので、皆さんこういう本を買ってください。みっともない人体。もう普通に Amazon で売ってます。はい。で初版を探すと高いと思います。ちなみに店長は初版を5000円で買ったそうです。そんなこんなでアナトミカモディファイドっていうのが合体したっていうのが94年の話ですね。はい、ちなみにケンジさん、なんか古い539、これはね538、539って言ってアナトミカができる前の靴なんで、ピエール・フルニエ氏がニューヨークのヤコブソン・ブラザースに行って買い付けてきたものを、日本のエミスフェールでやったもので、日本のハリスってやったものですね。だから裏側がちょっといびつですよね。なるほど。はい。はい。それはもう貴重なものですよね。はい。40年前。40年前の靴。はい。ちょっと私たち目線でいきますと、はい、アナトミカのはいパンツと相性のいいっていう意味。ラストで言うとモディファイドしかやってないのでたまたま僕がアナトミカを訪ねて行った時に脇に縫い目のないジーパンを履いてたもんだから、じゃあそれは何だってピエールに言われて、最初ボタンダウンを見てほしくて行ったんですけどね、ジーパンを作ることになっちゃって、そしたらじゃあV チップとかモディファイドの靴に合うようなジーンズを作ろうっていうのがそのジーパンなんですけどね。こちら618、で618番っていう品番をつけて、僕も商売根性でこれに A がついたら間違いなく売れるぞって帰ってきたんですよね。そしたらどんどん売れるようになってまだまだ定番でやってます。はい、じゃあぜひオールデンをモディファイドラストを買った方はもうもちろん990にも合いますよ。はい、990にも合います。もちろんバンラストのローファーにも合います。はい、本日もたくさんご用意しております。ありがとうございます。はい、ぜひご試着ください。まだの方を。はい。でですね、ここまでは私たちがお客様や私たちスタッフから、ぜひ千葉木さんや金次さんに聞いてみたいという質問をたくさん、伺ったんですけれども、金次さんの方から千葉木さんにいろいろと聞いてみたいことが今回ありましたので、10歳上なんで根掘り葉掘り聞きたいことがいっぱいあるんですけどなかなか言えないことが多いと思うんで、はいはい、そこはもうオフレコで全然問題ないですから、了解です。できる範囲でお答えください。かしこまりました。でまず僕が、千秋さんに対する質問、はい、オールデンを日本市場に扱うようになったのは何年からですか？1994年ですね。はい、ありがとうございます。1994年です。覚えてください。でちょっと話が脱線するんですけど、はい、僕のコレクションでこれはアレン・エドモンズさんが作った44年の靴なんですよね。はい、そして、これはオールドコロニー社が作った44年のサービスシューズ、はい、でジョン・フットシューカンパニーさんが作った44年のサービスシューズ、はい、これ全部 US ネイビーなんですよね。70年以上前の靴で、ここで質問です。はい、オールデン社は、はい、こういうミルスペックを、はい、作ったことはございますか？あります。素晴らしい。はい、はい、じゃあ証拠を見せてください。証拠。まずこの
木型なんですけども、多分皆さんが耳にしたことがある形のマンソンラストという、こちらは木型かと思います。マンソンラストはですね、人間の足の解剖学にも基づいて、かなりそのマンソン博士がいろいろ研究をした結果、1912年に完成したものなんですけれども、それは1960年代まで US アーミーで、使われるようになって、ずっとこういうふうにやるんですが、この特徴はですね、だいたい足なりになっているのと同時に少し内に触れてます。それとかかとからアーチにかけてのフィッティングを良くして、前の親指が自由に動くようなゆとりのある設計の木型になっております。で、これはですね、オールデンが作った 379X という木型で作ったミリタリーの靴なんですけれども、これは94年にアメリカに1944年代のミリタリーシューズをアメリカのオールデンに持ってきまして、その時に私の方でこういう靴があったらできないかなという相談をさせていただきました。で、その時に裏に眠ってる、木型の倉庫から、その木型を発掘しまして、それであの時代、今もそうだと思うんですけれども、南マサチューセッツ製菓協会っていうのがございまして、そちらにその時代のミルスペックの使用書が残ってまして、この靴は1948年のアーミーモデルの全く完全コピーです。それはもうあくまでもソールからヒールから革から全部なんですけれども、これに関しては革だけはですね、当時のアメリカのものの革がないのでヨーロッパの革を用いてるんですけれども、木型の 379X という木型はですね、多分おそらくマンソンラストに近いものだと思うんですが、そのつま先を少し丸くしてドレスユニフォーム用に厚みも薄くしてドレスユニフォーム用に改良した木型がこの 379X で、その木型屋さんのウッドライトというところなんですけれども、そちらの木型の379というものを原型があって、そこをそっと削ったものをより汎用性を高くした木型なので 379X という品番の名前がついているということです。ですのでこちらはおそらくマンソンラストもともとですね、歩行部隊というんですかね、陸軍の歩行部隊用に考えられた木型なので、こちらの頭がやっぱり緩く、いくら距離を歩いても足が痛くならない、疲れないという人間工学に基づいた木型ですので、ちょっとその辺は違うんですけども、関係性としてはございます。で、これは通常ニューイングランドでは有名なアーミーマンソンラストということで言われているラストの一部です。ではエドワード・ライマン・マンソンと379は親戚ですね。そういう感じですかね。そういう感じですね。はい。当時もミルスペックでみんな作れっていう感じそういうことです。そうです。もうこれが生まれていたと。そうです。いうことなのでミルスペックと呼んで大丈夫です。はい。はい。それでちょっと面白おかしく話しちゃったんですけどね。オールデン。はい。ラストの名前にレイドンとかアバディーンとかつくじゃないですか。はい。モディファイドの話は後にしてもらって、でその地名だと思うんですけど、スコットランドの、それは何か理由があるんですかね。元の社長がゴルフが趣味で、いわゆるアバディーンというのはそうです、先々代くらいなのかな、方がゴルフが趣味で、スコットランドの有名なゴルフ場でアバディーンがあるんですけど、そういうところから名前を取ったのと、今の社長は大体ボストンエリアの名前を取ってるんですけれども、ケンドールであったりレキシントンであったりレイドンであったりとか、そういったボストンエリアの町の名前を木型に落とし込んでます。意外とゴルフ場と関係があるんですね。そうなんですね。ゴルフシューズも昔作ってましたので、ありがとうございます。で、皆さんが知りたいモディファイドラストは何をモディファイドしたか、ここを聞きたいと思います。はい。ではモディファイドラストはですね、もともとオーソペディックシューズを専門に作ってたメーカーがございまして、1930年代にそこのメーカーがタウンユースの靴をやっぱり作ったらいいんじゃないかということでですね、モディファイドの原型の靴をタウンユースにしたいと。ところがその元々の靴が
かなり典型的ないわゆるオートペディックシューズだったのですぐそのままタウン仕様にはならなかったもんですから、それをインディアンウォークというモカシンを作っているタウンユースの、ファクトリーというかメーカーがありまして、そちらの木型を参考に何度も何度も改良して出来上がったのがモディファイド。バラしてもいいですか？何をバラしてもいいんですよね。そこまでね。はい、はい、そこまでは結構です。で、その何度も改良してるのでモディファイドという名前がついてる。モディファイしてモディファイしたからモディファイドですっていうことです。ありがとうございます。はい、そして、ラコタハウスは今3軒ありますよね、全国に。はい、で、その3軒のお店と、あとは世界中のマーケットのこともご存知だと思うんで、はい、世界を含めたラコタハウスさんで売れているスタイルとか、はい、ラストの品番とか、はい、ラストの名前とかを教えていただけますか？そうですね、私どものお店3店舗あるんですが、各それぞれっていうのは多少前後あるんですけども、トータル的に見るとやはり一番売れてるのはこの990とこれの黒ですね。世界的にそういうことですかね？いや、この世界的に今この990と9901という黒とこのナンバー8のプレーントなんですが、これは世界的にやっぱり人気があるみたいです。990はオーダーしても入ってこないわけですね。いや、もうなかなか今そんな形で世界中からのオーダーが受けているものがどうしても先ほど申し上げたようにオールデンって2週間から3週間靴を常温で作りますので、どうしてもそこにスペースとそれから木型の数といろいろなものがうまく回転していかないと生産力が上がらないんですね。かといって増産するということはありませんので、どうしてもそこに押し寄せで遅れていってしまうというのは現況です。で、昔はその国々によってある程度流行ってるものとか人気のあるモデルというのは違ったんですけども、今昨今世界中インターネット SNS が通常で見れるので、世界中が比較的同じようなモデルが偏ってきているというのが現状だと思います。ありがとうございます。で、今後高くなっていくラストとか品番とかございますか？それはないですね。あとはそういうとね、商売に根性バリバリなんですけども、入手困難になるものってありますかね？それはですね、一応わからないんですけども、その時代その時代によって先ほど申し上げたように世界中からのオーダーが集中しちゃうと、その商品はどうしても全部の分配が減るので手に入りにくくはなります。なるほど。かといってずっとなくなるわけではないので、その時代その時代によって多少のそういう動きがあるので、これが絶対先ほどのね値が上がるとかそういうことではなくて、これが手に入りにくいとかこれが大変ですよっていうのはその時代によって変わるので、どれだということは今ちょっと分かりません。一つ教えますと、気に入ったものがあると入手買えってことですね。はい。ちなみに今日あれですよね、こちらに990はないですよ。ないですけれども、はい、うちでいうとこの辺りが意外にコード版がいっぱいあるので、サイズがシンデレラでいける人は2足買いです。はい、お願いします。お願いします。で、またちょっと続けますけれども、トゥルースクエアとか、はい、トゥルートレッドとかってラストありますよね。はいはい、このへんてこな、はい、これはなんでこう生まれたんですかね？これがトゥルースクエアで、はい、これが確かトレッドですね。そのトレッドですね。これもトレッドですね。こういう感じで変なのがあるんですよ。これトゥルーフレアです。トゥルーフレアってトゥルースクエア、トゥルートレッド、トゥルーフレア、そしてトゥルーバランスに行くわけですね。そうですね。でこういったラストの背景を、もう先輩に聞きたくて、はいはい、これはですね、1950年代からホールデンはオートペディックシューズにかなり集中して高級なオートペディックシューズを手掛けていたんですけれども、当時の社長が、それは前社長ですね、はい、科学に興味がありまして、科学的に考えると立体的な、物体というかものにはですね、理由があって辻褄が合うという摂理があるので、それで全てそういうものの中にはトゥルーという頭につけて、トゥルーなんとかトゥルーバランス、トゥルーブレッドっていう名前をつけて僕の話もトゥルーですからねことなんです。それで
オールデンペディック、このオールデンペディックなんですけれども、これはですね、オールデンペディック、出ました。フットバランスシステムの中のブランドなんです。はい、どうぞ。で、これがオールデンペディックっていうブランドで、後ろにはフットバランスがついてるんです。なのでフットバランスシステムのオールデンペディックのシューズ。それでここにもサイエンティフィックコンストラクションって書いてある。PL これパクってますね。先ほど申し上げた社長が科学に興味があって、このサイエンティフィックで科学的な構造ということ。これは目から鱗です。ありがとうございます。そういうことです。はい。お客様にお見せしていいですか。でも一足なんか変なねローファーがあるんですよ。はい。トゥルーオールデンペディックのヘンテコなローファー。これはどう思われます？ローファーのくせに歪んでるんですよ。これはね、やっぱりオールデンペディックの中の多分これね、トゥル気がちょっとよくわからないけども、トゥルーラインボーイズラストね。なるほど。ボーイズラストというか、このオールデンペディックは、ボーイズのいわゆるサイズで2ハーフか3ぐらいから大人のサイズの15ぐらいまでをウィズが 3A から 4E かなまで扱ってたんです、当時は。みんなメモしなくて大丈夫ですか？なのでこれはその中のボーイズ用の靴だと思います。ありがとうございます。472番です。変な靴です。ありがとうございます。この辺のもみんなボーイズですね。あとはもう一足変な靴がありまして、モディファイなんだけども、モディファイドラストのくせにチャッカなんですよ。こういうものはもうできないんですかね？そうなんです。残念ながらできないんです。残念ながらできません。これはもともとチャッカブーツっていうのはですね、1950年代の IB リーグの IB ファッションがアメリカ全盛の時にチャッカブーツはいろんなところが作っていたんですけれども、オールデンもご多分に漏れずチャッカブーツはやっていたんですが、基本バリーラストに乗っかるというか、その木型ごとにですねパターンは乗っかるようになっているんです。でストレートというかいわゆるノーマルラストには乗りやすいんですけども、こういう379とかこのモディファイドみたいに歪んでるものですね。極端にえぐれたりするものに関してはやはり乗りにくいという生産的に無理があるということがあるので、モディファイドラストのチャッカーは存在しないということです。じゃあブーツは可能ということですね。そうです、これモディファイド用のパターンがあるので。わかりました、ありがとうございます。いいえ。で八富さんに戻します。僕からの質問は大体そんな感じです。で今ちょうど35分になる前なんで、質問ありますか皆さん？ちなみになんですけれども、ちょっと私どもスタッフの方からちょっと気になっていたところで、このハンドソーン、ちょっともう今後受けられないのかもみたいなお話。今の現状はですね、確かにかなりのオーダーで詰まってるので、お受けしてもなかなかデリバリーが見えないので、一応今のところはペンディングにはなってますけども、また再開するようにはなります。なるほど。待てば入ってくるってことですね。そうですね。ただオールデンに関しては本当にどのくらい待ったらいいのかっていうのはちょっとね不明ですからね。見つけた時皆さん不明ですからね。なので見つけた時にやはりちょうど現社長も来てるんで聞いてみます？そうですね。現社長いかがなものでしょうか？あまり無茶ぶりするな。承知いたしました。じゃあまた後ほど伺わせていただきたいと思います。では今日せっかく皆様いろいろ聞きたいなと思ってオールデンね履いてきてくださった方もたくさんいらっしゃると思うので、お客様からのご質問にもお答えいただきたいなと思うので、何か聞きたいなということがあるお客様いらっしゃいましたらどうでしょう？どうぞ。皆様、じゃあどうぞ。寺本さんのサイズ選びのやり方っていうのはどういうふうなものを指針としてやっているのか教えていただけますか？基本的にはブランノックデバイスという計測器があるんですが、そこに両足順番に乗せていただいて、基本はレングス、それからウィズ、それからアーチレングスですね。特にモディファイドラストとかいわゆるオーソペディック系というかそっちの木型についてはアーチレングスが非常に大事になります。ですので長さと当然右左全く同じ足の方っていないんですね。
どちらかがちょっと大きかったりっていうパターンが必ずなので、その時には大きい方の足にサイズを合わせます。そういう形でやらせてもらってます。はい。まあ僕も大体一緒なんですけどね。モディファイドしか扱ってないもんですから、基本的にそのアーチの長さがすごく大事で、あとは歩行見本を用意してますので、その同じサイズを履いていただいて、こういう風になるよっていう感覚を得てから買ってもらうんですよ。はい。ちなみにブラナックデバイスはすごいですよね。はい。買ってもらいたいなという方はですね、今日この後お二人にレジェンドに足を直接測っていただき吉さんに測ってもらうと2000円です。僕は500円で大丈夫です。500円で、はい。寺本さんの時はそれは冗談ですけど。はい。測ってもらいますので、はい。ありがとうございます。参考になりましたか？はい。ちなみに今日は歩行見本もありますので、履いて実際に歩いていただくこともできますので、はい、他に質問のあるお客様いらっしゃいますか？はい、どうぞ。はい、これまで手掛けられてきたいろんなモデルあるんですけど、その中で一番印象に残っているのが別注とかってあったりしますでしょうか？そうですね。このラコタハウス10周年の時にやったこのナンバー4というコード版の色なんですが、これはものすごく印象に残っております。あとそうですね、やっぱりコード版別注っていうのかと、このタンカーブーツ、これは一番最初に日本で、私どもの会社で開発したというか、名前もタンカーブーツという名前になってるんですけれども、これを作ったのはすごくやっぱり95年なんですけども、思い出に残ってますね。これは何か色出しが難しいとかなんかナンバー4という色は今まであまりなかったんです。でたまたまその時に10周年の時にありまして、初めて見た色だったものですから、残ってるこれだけだっていう、限定で作らせていただいたんですけども、履いていくとまた違ったイメージになってくるので、皆さんコード版履いててよくわかるかと思うんですけども、コード版って通常皮焼けるっていうんですけども、太陽で焼けるんではなくて、こういう蛍光灯でもコード版は色が飛びますので、外だけじゃなくて中に置いといても色が飛びますから、コード版の経年変化というのはそういうことも頭に置いて保管していただきたいなというふうに思います。ありがとうございます。はい、他にご質問のあるお客様いらっしゃいますか？はい、どうぞ。新品のコード版を下ろすときに、シワがきれいに入るかどうかっていうのがすごく緊張するんですけれども、ペンを当てるとか、そういった方法が、広く知られてると思うんですけど、ちょっとやったことないんですね。そういう上手に入れるコツとか、あとはそもそもやった方がいいのかやらない方がいいのか、メリットデメリット。そうですね、僕は結構やってるんですけど、やると要するにこの平行にシワがこうに入るので、ただ人によっては指の位置がね、こういうふうに曲がる人とかこういうふうに曲がる人がいろいろいるので、これが果たしていいのかどうか、こういうふうにしたところで履き込んでいくと、この線が今度もう一本入っちゃったりすることもあるので、その辺はどういったらいいのかな、ご自分でやった感じでこういうふうになったらいいのかなとかっていうのは決めていただくのが一番いいんですけど、ただなかなかね、失敗したら嫌だなとかあるからやりにくいかと思うんですけど、だからどっちがいいということはちょっと言えないですね。ちなみになんですけれど、こう当てるということですか？そうですね、足を入れて、まず指の第一関節のここにまず最初入れて、その後少し上げてから次ここ第2に入れてあげる。でも指の長さがね、うまくいってない人だとここは入るんですけど、ここが入んないんですよ。それで指がちょっと長い方とかですと、ここにトーパフというちょっと型崩れを防ぐ硬いこういう素材が入ってるんですね。ここを押し込んじゃうとひびが入っちゃったりするので、だから入れるバランスの距離感もあるので、よく分かってないと必ずやって成功するかということは 100% の保証はできないかなというふうに思います。やってください、どんどん。ぜひトライしてみてください。やりながらやっていくと、自分でこうやってっていいかなと思えばいいかと思うんですけど、
いい質問ですね。はい僕はやりません。はいケンジさんはそのままどんどん入ってそうですね。こはい、うぐにゃぐにゃこういう運動をしながらやるとこう自然についてくるんで、僕はそれがいいかなと思ってますけど。ありがとうございます。はい。他にご質問のあるお客様いらっしゃいますか？せっかくの機会なので、はい。どうぞ。はい。高橋さんで、今までにないモデルをオールデンにお願いして作ってもらったりとかあると思うんですけど、そういうのってオールデンはどの範囲までだったらできてくれるんですか？はいそれは基本的に全くないパターンはほぼやらないです。今あるものをどういう形でモディファイドというか、やれるかというのは僕自身も分かってるので、この範囲内ならっていうことではやりますけども、全くないものをゼロからということはないです。はい、っていうのはもう140年の歴史があるので、大体のものは揃ってますから。ただイギリスっぽいタイプの極端に、いわゆるものだと意外とないかもしれないですね。やっぱりアメリカンタイプのご覧になって分かるように、アメリカ独特の顔がいっぱい揃ってるので、そういうことをメインでは開発してます。ありがとうございます。あとはスタッフありますか？なんか質問。あそこでずっと基本的にはもう全部、質問項目に投げたので、今むしろ聞けてすごい良かったというか、かなり割と熱いですよね。割と熱いですね。ご紹介遅れました。当アキオスクラブの店長の高桑でございます。はい。オールデンが大好きで、私は彼のことを敬愛込めてオールデンお化けと呼んでいるんですけれども、はい。本当にオールデンが大好きなので、せっかくなので聞きたいこと。いやこれだとすみません、はいむしろ僕らはモーディファイドラストというかオールデンの良さを後で個人的にお客様に伝えられればいいなと思ってここに立ってきて、この後販売会で、ぜひよろしくお願いします。承知いたしました。はい。聞いてみたいことある方いらっしゃいますか？大体そんな感じですかね。ございませんか？ございませんか？どうぞどうぞ。はい。今まで他の会社さんが別注依頼して同じ形を作りたいみたいなのを通ったりするんですか？当然それは通るものはあります。他がやってるからやれないということは過去の、歴史の中でほぼやってるものがかなりあるものですから、大体それは大丈夫です。ただ特別ベリースペシャルなものの時にはやっぱりある程度はキープしていく時間は取ってもらってますけど。ルックスの別注っていうのはまず再現するのは難しい感じです。いわゆるこのオンラインのメニューの話ですか？これに関しては基本的にはやはりそれはそういう形を取ってて、日本の何十周年記念とかそういう時にはこういうスペシャルでやってます。はい。手に入んないですよね、オンラインのもうね。僕ら死んでるかもしれませんね。私もここに入社してからオールデンについていろいろと、教えていただいて、女性はね履かれる方はなかなかいらっしゃらないのであまり靴について皆さん知ることがないかもしれないんですけれども、ちょっと最後に聞いてもいいですか？はい、やはりオールデンの、靴は、みんな中に基本は案内、今皆さんそのアンラインとそのライニングが貼ってあるということで、それがオーダーだったりとか、そういった仕様ということがあると思うんですけど、もう根本的にその中に貼ってある貼ってないっていう靴の大きな差っていうのはどういったところですか？履き心地であったり、なんでしょう、見え方だったりっていうのは。僕はラインドのが好きなんです。っていうのはアンラインにすると細く見えるんですね、靴が中の厚みのない分で。オールデンの場合は、はい、ライニングとアッパーの間にダブラという切り合いが入ってるんですよ。これが型崩れを防ぐのと足の中の柔らかさというか、それをつけるためのものなんですけどすいません。で僕はこのアンラインに関してはコード版はありなんですけども、はい、それ以外の素材を使うと大体が型崩れがひどくなってしまうのと、思った以上に柔らかくなってしまいますので、コード版の厚みのある
こういう形状記憶のある革は、オンラインはいいかと思います。はい、じゃあやはりこうオーダーで、オンラインにするという、一応ね、ブランドさんなどは、そういったその見た目が綺麗な美しい形にしたいっていうところでそれを狙ってされるブランドが多いっていう。それはオールデンじゃないブランドの話ですか？すみません、オールデンに。オールデンで、はい、オールデンでは基本的にはオンラインはコード版がメインです。他のものはスウェードがたまにありますけども、スウェードも裏に銀がついてるスウェードじゃないとオールデンはやらないので、そのある程度厚みがあってしっかりしたものであればやるということなんですけれども、あともう一つはですね、オンラインにした時にはインソールとアウトソールのいわゆるバランスがあって、そのフレックスコントラクションというシステムでやると全部バランスが合うんですけども、上だけオンラインにして普通にしてると表と中の感触というか柔らかさが伴ってこないので、逆に履き心地が悪くなったりするということもあります。アナトミカの場合はオンラインのものがあるかと思うんですけども、おそらくそういった形でアウトソールもウォーターロックかな、そういう系統の柔らかいアウトソールを使ってバランスよく整えてるんじゃないかなと思ってます。いいですか？コード版ではありと、あとはその銀付きのスウェードでもありと、ただ普通のボックスカーフとかそういうものにはないかなということですね。そうですね。はい。ありがとうございます。そのなんか軍物のこのドリルのライナーとかいわゆるその布ですね。これもいいですよね。これは当時はドリルとかキャンバスのコットンライニングは足が丈夫で涼しいというふうに思われていたんです。レザーのライナーではなくてキャンバスか、ドリルかね。これがもう足の中が靴の中が涼しいと思われてこれを使ってたので、その後はいいものに関しては革に変わってきてます。軽いです、このドリルのライナーとか。これはやっぱりドリルはこれもそうなんですけども、ずっと経つとこれもそうですけども靴が痩せてくるんです。そうなんですよね。昔の靴はみんなこの辺が華奢に見えてくるのは、ドリルのライニングのバンプを使ってるのでどうしてもこう痩せてっちゃうんですけども、中がライニングがきちっとついてるのはこうやって痩せてこないんです。長く履ける靴ということはやっぱり形も常にキープしたいっていうところですよね。わかりました。ありがとうございます。大丈夫ですか？はい、皆様何か、私がどうぞ。はい。先ほどボーイズの大きさが前あったというお話を伺ったんですけど、今はないんですか？私みたいな小さい足の女性が履ける靴っていうのは世の中にないんですか？今はオールデン社ではボーイズサイズを生産しておりません。はい、今メンズサイズだけになってしまってます。今後オーダーされることとかはないんですか？基本的に今オールデン社ではいわゆるそういうメンズサイズ対応しか生産してないので、なかなかそのボーイズ方に手が回らないというかそういう今の状況では難しいかなとは思います。はい。ありがとうございます。これだけお話聞くとね、履いてみたくなりますよね。男性ばっかりずるいって思うと私も思っておりまして、私本日履いておりますアナトミカのですねこちらの皆様もご覧いただいたことがあると思うんですが、アルハンブラという靴なんですが、ケンジさんこちらは同じような一応。そうですね、時代としては20年代30年代のレディースの着方を模倣したという靴ですね。はい、そういう着方をアメリカ人が全部捨ててしまっているんで、ピエールが当時のサンローランの着方をやってた職人さんに頼んで作ってもらった靴がこれです。こちらです。はい。その木型職人がもう他界しちゃってもうできないんで、もう最後のその人の作品です。で女性のお客様にはぜひこちらをお勧めしております。ただ今日せっかく千秋さん来てくれてるんで、質問なんですけど、例えばレディースサイズでセブンハーフとか、セブンの方は、オールデンのファイブ&ハーフとか履けませんかね？履けますよ。ということです。だから割とその大きめの足の方、先ほどの方はちっちゃいとおっしゃったんですけど、例えばセンチで24センチぐらいの方では履けなくはないかな。5ぐらいですかね。5ぐらいですよね。24.5
の方は5.5でも大丈夫。ただね、木型にもよるんですけども、モディファイドだとここが大きいのそうなんで、です。この女性のここはでっかいんですよ。にはどうしても浮いちゃうんですよね。はい。あと、全体的にやっぱり女性の足と男性の足は基本的に違うので、細いいわゆるこういう379みたいなミリタリーラストみたいなのですと意外とすっぽりサイズが合えば女性には履けるんですけども、その木型にもよるかなと思います。大きめの足をお持ちの方はチャレンジした方がいいですね。ちなみに私大きめの足を持っておりまして、今日チャレンジですね。はい、24.5センチぐらいを履いてるんですが、ぜひ歩行見本。はい、こちらのだいたい5、今おっしゃられた5ハーフ、6ぐらいは履いたことがありまして、はい、実は私も経験済みでございます。はい。なのでよかったらお試しください。はい、他に質問になられる方いらっしゃいますか？はい。よろしいでしょうか？はい。よろしいですかね。はい。では、トークショーはここまでで、終了とさせていただこうと思います。千脇さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。